あなたは何食わぬ顔で嘘をつく犯罪者に騙されたことはありますか？ 2016 年11月24日、アメリカカリフォルニア州、ヒスパニック系の女2人に誘拐されてすごく怖かった。ひどく怯えた様子でそう語ったその女性はシェリー・パピーニ。彼女の髪の毛は乱雑に切られており、その顔には大きなあざが残されていました。警察の事情聴取に付き添っていた夫も彼女を襲った災難を悲しそうに嘆きます。全身あざだらけなんです。どれだけ怖い思いをしたか。そう、シェリーはつい3週間前、誘拐事件の被害に遭い、この日保護されたばかり。ボロボロに傷ついたその姿は激しい拷問を受けたことを如実に物語っていました。ここから警察は被害者シェリーの証言をもとに彼女をもてあそんだ卑劣な犯人の行方を追います。しかし懸命の捜査の後、逮捕されたのはシェリー本人だったんです。3週間の凄惨な拷問に耐え無事に保護された女性。なぜ被害者である彼女が逮捕されることになったのか。事件を混乱させていたのは彼女がついたあまりにも軽率な嘘だったんです。おそっす、フィリピンでひったくられたよ、ケンちゃんです。とても心配でたまらなかったやみやみこです。嘘つけよお前。ライブ配信でも言ったんですけど、フィリピンでひったくられてしまってほんと大変でしたよ。その一部始終がバッチリ動画に残ってた。ライブ配信でも言ったんですけど、現地のウーバーイーツの人が助けてくれて、ひったくられて犯人がバイクで逃げてたんですけど、後ろから別のバイク来て追いかけるから映画じゃない。一緒にずっと追いかけて捕まえましたよ。細かいのをライブ配信で言ってるんでね、興味あれば見てください。バッて奪い取られる瞬間まで残ってるから。そうなんですよ。ライブ中に撮られたんですよ。絶望したよね。もう怒鳴りながら追いかけてたのね。本日ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州で物議を醸したとある誘拐事件について。この事件なんと誘拐されたはずの女性が逮捕されてしまう。警察が犯人と間違えて誘拐されちゃった方を逮捕したとかじゃない。バカだな。アルゴに出てくる警察大体おバカちゃんなんですけど、今回違うんです。なんとこの事件は被害者と言われている女性が至るところで嘘をついているんです。皆さんはこの嘘を見抜けるでしょうか？奇妙な誘拐犯。2020年3月の6日、アメリカカリフォルニア州。信じてください、犯人はヒスパニック系の女2人組なの。本当よ。取り調べ室で必死にそう訴えているのはシェリー・パピーニ。美しいブロンドヘアに大きな瞳が特徴的な女性でした。彼女はとある誘拐事件をきっかけにこの日逮捕されることに。 DNA 鑑定の結果は出ているんです。あなたの言い分は通りません。警察が提示したのは事件当日シェリーが着ていた服から採取された DNA の鑑定結果。その覆しようもない証拠を見せつけられてもシェリーは一貫して罪を認めず、犯人は他にいると訴え続けているんです。しかも不可解なことに、当初シェリーはこの誘拐事件の被害者とされていました。その彼女がなぜ犯人として疑われているのか。シェリーが語った誘拐事件の全貌とは一体どのようなものだったのでしょうか。2016年11月2日、シェリーは人通りの少ない夜道を一人でジョギングしていました。夜のジョギングに出かけることは家事を一通り片付けた後の彼女の日課だったんです。そしてそれはシェリーが自宅から 1.5 キロほど走った交差点でのこと。何？突如自分の目の前に止まった SUV に驚き身構えたシェリー。次の瞬間、その車内からはマスクで顔を隠した2人の女が姿を現します。さっさと車に乗りな。素早くシェリーを取り押さえた女たち。その手には確かに銃が握られていました。女性が女性を誘拐するってあんま聞かないけど、どういう目的なわけ？目的はね、この後すぐに犯人の口から語られることに。シェリーに銃を押し付けると乱暴に SUV の車内へ押し込んだ2人の女。続けて2人は車を走らせながらシェリーをさらった理由を話し始めます。人妻が好きなお偉い方がいてね、これからあんたはその人のところに売られるのさ。信じられる？公的機関の人間が人身売買に関わってるなんてさ。あまりの恐怖に女の言っていることをすぐには理解できずにいたシェリー。ここから彼女は見知らぬ土地へ連れ去られ、3週間の間クローゼットの中で鎖につながれ拷問を受けていたといいます。その間警察が捜査したのはもちろん、シェリーの夫キースや友人たちは血眼になって彼女を探しました。捜索資金のために開設されたクラウドファンディングにも約5万ドルの支援金が集まり、シェリーの誘拐事件は地域住民からもひときわ注目を集めていたんです。そうやって世間を騒がせていた矢先、誘拐されてから3週間後の11月24日、シェリーをさらった女たちはなぜか彼女を解放。シェリーがさらわれたレティングの町から240キロ離れたヨロ郡の高速道路脇で彼女は無事保護されることに。本当に無事に帰ってきてくれてよかった。でもこんな姿になって。夫キースとまだ幼い子供たちはシェリーの無事を喜びますが、同時に変わり果てた彼女の姿にショックを隠しきれませんでした。発見時のシェリーは長く伸ばしていたブロンドの髪を乱雑に切られ、顔をはじめ全身そこら中にあざが浮かんでいました。さらに右肩に
にはまるで奴隷の証のように何かの文字をかたどった焼き印が焼き付けられていたんです。そしてシェリーが解放されたとしてもまだ問題は解決していません。そう、シェリーを拷問した2人の犯罪者がまだカリフォルニア州の近辺に潜んでいるかもしれないという事実は何も変わらないんです。そうね。犯人が捕まらないことにはその地域の人たちも安心できないんじゃない。公的機関にシェリーを売るとか言ってたけど、そんなことできるの何者なの一体。動機も普通じゃないし、解放された後のシェリーのボロボロの姿を見ると、犯人像としては到底普通のやつじゃないですよね。この後ね、捜査を進めると犯人に関するさらにヤバい情報が明らかになっていくんです。2人組の正体。シェリーが保護されてすぐ、警察は彼女から詳しい情報を聞き出し、犯人の似顔絵を作ることに。しかし犯人はヒスパニック系の女2人でスペイン語をよく喋っていました。顔はマスクで覆っていたのでよくわかりません。シェリーが犯人について語ったのはその程度の情報だけ。そう、彼女は警察に対しなぜか非協力的な態度を取り続けていたんです。見かねた警察はシェリーの夫キースを事情聴取に同席させ、詳しい情報を話すように説得してもらうことに。すると夫の説得を受けたシェリーは警察に協力しない理由を次のように語りました。警察は本当に私の味方なんですか？信用できません。そう、シェリーが警察に多くを語ろうとしなかったのは彼女をさらった女たちが放ったあの言葉のせいでした。信じられる公的機関の人間が人身売買に関わってるなんてさ。誘拐されたその時のことを思い出し、思わず表情を曇らせたシェリー。夫キースは彼女の肩を抱き、悲しげな顔でこう言いました。彼女は傷ついているんです。あまり深く追求しないでやってください。警察の中にも犯人いるかもしれないって思っちゃってるってこと？でも確かにシェリーはひどい拷問をめちゃくちゃ受けてるわけだし、疑心暗鬼になっちゃう気持ちもわからなくはないわよね。トラウマになっちゃってるわよ。これはまた後ほど明らかになるんですけれども、シェリーが警察に非協力的だったことにはまた別の理由があるんです。結局シェリーが犯人の情報をなかなか話さなかったこともあり、犯人の似顔絵が作成されるまでには実に1年を要することに。さらに警察はその似顔絵を頼りに捜査を展開しますが、そこから3年が経っても犯人の足取りは一向につかめなかったんです。こうして犯人2人の正体が一切わからないまま迎えた2020年、警察はここに来て似顔絵とはまた別の角度から捜査を進めることに決めるんです。実は警察は捜査を進める中でシェリーが事件当時に着ていた服から彼女以外の何者かの DNA を採取していました。そして警察は近年急速に発展し始めたあるツールを駆使し、その DNA の調査を行うことにしたんです。そのツールとは遺伝子系図。遺伝子系図？普通は被害者から DNA を採取しても警察のデータベースに DNA の情報がなければ照合することはできないんですけれども、この問題を解決できるのが遺伝子系図なんです。というわけで本日のメトラキーワード、遺伝子系図について。遺伝子系図とは DNA をもとに自分の親戚や祖先、自分がどこから枝分かれして生まれてきたかなどを表した図のこと。近年は 23andMe、Ancestry、ZED マッチなど個人で DNA を登録し、ネット上で遺伝子系図を調べられるサービスが注目を集めています。 DNA を登録して近親者を調べられる遺伝子系図を使えば、犯人の DNA と照らし合わせずとも登録者の中から親戚をたどって犯人を探すことができるんです。例えば1970年代の連続殺人鬼ジョセフ・ジェームズ・ディアンジェロも遺伝子系図を使った捜査の結果、事件から数十年後の2018年に逮捕されることに。遺伝子系図を用いた捜査の結果、警察は被害者シェリーの服に付着していた DNA からある一人の人物へとたどり着きます。そして警察の呼び出しを受けたその人物は DNA 鑑定の結果を見せられると確かにこう言ったんです。はい、シェリーは誘拐されていたその時、ずっと僕と一緒にいました。諦めたような表情でそういった男性の名はジェームズ・レイエス、シェリーの元恋人でした。二人組の女が犯人だって言ってたじゃないのよ。公的機関が人身売買してるとかそういう話は何だったの？全てね、警察に深く追及させないための嘘だったんです。シェリーはなぜ実在しない犯人を作り上げ、でっち上げをしたのか。そこにはあまりにも軽率すぎる理由があったんです。許されぬ嘘。2016年10月末、シェリーの元恋人ジェームズの元に一本の着信が入ります。もしもしシェリー、急にどうしたんだ？電話してくるなんて珍しいじゃないか。数年前にシェリーが結婚して以来、ジェームズは彼女と連絡を取っておらず、その声を懐かしむようにして電話を取りました。するとシェリーはジェームズが全く予想していなかった話を切り出したんです。ジェームズ、私ね、夫から DV を受けてるの。お願い、夫から逃げるのを手伝って。シェリーの唐突な告白にジェームズは動揺を隠しきれずにいました。しかし実のところ、シェリーが夫から DV を受けているという話は全くのデタラメ。彼女には以前から浮気癖があり、今回もただ夫から離れてジェームズと遊ぶために嘘をついていたんです。ただそうとは知らない元恋人ジェームズはシェリーを放ってはおけず、自宅にかくまうことに。こうして2016年11月2日、シェリーはジョギングに出かけるふりをしてジェームズと落ち合い、ロサンゼルス郊外の彼のアパートに身を潜めたんです。誘拐されてたとか拷問されてたとか嘘
嘘でただ不倫してたってだけの話なの？じゃあなんで腕にあざがあったり奴隷の証みたいな夜勤されてたりなんだったわけ？まさにそこが今回の事件狂ってんなーと思えるところなんですけど、実は元恋人のジェームズのアパートでこんなやり取りが行われていたんです。シェリーがジェームズのアパートへやってきて数日が経った頃、なあシェリー、お前の失踪事件かなり大ごとになってるぞ。どうする？居場所がバレないように遠くに旅行にでも行くか？ニュースを見ていたジェームズが不安げな様子でシェリーに問いかける。するとシェリーからは思いもよらない返答が返ってきた。ねえジェームズ、私やっぱり家に帰りたい。帰る？捜査はかなり大規模になってるし、お前の旦那や友達はクラウドファンディングで寄付まで集めて探そうとしてるんだぞ。今さらどんな顔して。呆れながらそう話すジェームズだったが、シェリーは彼の言葉を無視してこう続ける。あの子たちに会いたい。そう、シェリーが家に帰りたがった理由はまだ2歳と4歳の子供たちだった。男遊びのために家を飛び出した彼女だったが、急に幼い子供たちの顔を思い出し、2人のことが心配になってしまったのだ。ただ今更普通の顔をして帰ることが許されないのもまた確かだった。そこでシェリーはジェームズにある提案をする。ねえジェームズ、私の肩に夜勤を入れてよ。警察に保護された当時、髪の毛を不揃いに切られ、全身あざだらけで、肩には奴隷の証のような焼き印まで入れられていたシェリー。実はそうした暴行の後の数々は全て自分もしくは元恋人のジェームズに頼んでつけたものでした。さらにシェリーは拷問されていたことを装うためにしばらく食事を抜いており、発見された時には40キロまで体重が落ちていたといいます。そう、大規模な捜査が展開され、不倫していたなどとバレれば目も当てられない状況を受け、シェリーは誘拐事件を自作自演することにしたんです。いやいや、普通に帰れる事態じゃないことはわかるんだけど、自作自演なんて余計大事になるじゃないのよ。案の定シェリーは重大な罪に問われることになるんです。結局ジェームズの仕事のスケジュールやシェリーを乗せて走ったレンタカーの領収書、事件前後の通話記録などからジェームズの供述は全て事実だと判明。シェリーの夫キースは真実を知るとひどく落胆した様子でこう言いました。ずっと彼女を信じて待っていた俺がバカでした。それでもシェリーはまだ諦めきれず、犯人はヒスパニック系の女2人と訴え続けていたんです。シェリーの友人や夫キースの話によれば、彼女は昔から嫌なことが起こると逃げ出したり嘘をついてやり過ごしたりすることが多かったといいます。警察や夫、友人の全てに嘘をつき、自分がしたことの責任から逃げようとした今回の事件は、そんなシェリーの悪い癖が如実に出てしまった結果だったのではないでしょうか。こうして迎えた2022年3月3日、誘拐被害者であったはずのシェリーは立場を一変させ加害者として逮捕されることに。彼女の一つ目の罪状は警察に対し虚偽の供述をしたこと。警察はシェリーの供述をもとに実在しない犯人を4年間も捜索しており、費やされた労力や費用は相当なものになっていました。さらにシェリーは誘拐被害者に対する保証金や社会保障障害保険など計30万ドル以上を受け取っており、郵便詐欺の罪にも問われています。これらの罪状から2022年9月、シェリーに言い渡された判決は懲役18ヶ月と罰金30万ドル。散々容疑を否定していたシェリーですが、ここまで来るとさすがに観念し、深く反省した様子で次のように話しました。私のために苦しんでくださった全ての方々に非常に申し訳ないことをしました。残りの人生で自分のしたことを償うために必死に働こうと思います。誰かに危害を与えたとかじゃないから、刑は軽く済んでるのかもしれないけど、迷惑被った人は数知れずよ。シェリーが裏切ったりいろんな迷惑を被った人いると思うんですけど、そういった方々に謝罪の気持ちを持って生きていく償いをまっとうにしてほしいですよね。本当に鼻声です。シェリーが背負っていく罪は単純に刑として課されたものだけにとどまりません。シェリーが失踪した際、捜索資金のクラウドファンディングで寄付を行った人々、実在しない犯人の似顔絵が出回ったことでやり玉に挙げられることになったヒスパニック系コミュニティの人々、そして実際の誘拐被害者の方々からすれば、シェリーの行った誘拐の自作自演は許せるはずのない行為なんです。夫キースからも早々に離婚を告げられ、大事に思っていた子供たちとも結局離れ離れになってしまったシェリー。彼女はこの先一人で傷つけてしまった多くの人たちへの償いと向き合っていかなければならないんです。